こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今日は、このチャンネルでね、どういうことを話してるかっていうのをお話ししたいと思っています。最近知った方もいるんじゃないかと思うし、その全体的にね、今何をやるかっていうか、どんなところにみんないるのかっていうところを自分なりに把握していただきたいなと思って、ちょっとシンプルにコンパクトにまとめますね。で、あとそのライブを、水曜日にねいつもやらせていただいてますけれども、結構そのねたくさんのいろんな方に出ていただいたりしてね楽しいんですけど、ちょっとねなんていうのかいっぱいねかなり出ていただいたので、今月はもう自分ヒーリングの方のねライブだけをやりたいと思っていて、月1回ぐらいのゲストにしようかなと思っています。やっぱこう自分自身をね癒すってことも大事だし、結構いろんなねメッセージをもういただいてきてるので、なんかそんな感じで、自分の癒しの方をね癒しとか自分自身を自分でメンテナンスするっていうことを覚えていただく方にちょっとずつ変えていきたいなと思っています。いつもありがとうございます。ちょっといろいろ試行錯誤っていうかね、新しいチャンネルの中で新しいことをやってみたいと思っていて、試させていただいてありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。そんな感じね。で、このチャンネルっていうのはこの中でね私自身が何を伝えてるかってことなんですけど、まず、全てのさ現実っていうのはやっぱり波動でできていて、波動波ですよね。波動の波でできているんだけど、その波動が私たちがさその波動そのものなんだけど、現実がいい感じに進んでるんだったらね波動がいいっていうことになってくるのね。で、あんまり現実が苦しい場合は波動が乱れてるっていう話になると思うんだけど、これスピリチュアルな技術とか、あとその何て言うんだろう、いろんなブロック解除とかもそうだし、波動とか、とにかく私たちの現実を良くするために、で自分の人生をさやっぱ思い通りになるんですよ。それさ自分のやりたいように好きなようにこの今世の中で生きられるから、夢を叶えることもどんどんできるし、それをね本当にこのスピンの技術を使ってどんどんやっていただきたいなと思って、このチャンネルでいろいろお伝えしてるっていう感じなんですね。私自身が本当に変わってきたので、結構簡単にできてるんだけど、知らないとなんだろう力技っていうのかな、3次元の力技でグッてやろうとして、とにかくさ3次元の力技って行動なんだよね。もちろん行動大事だし、ここを否定してるわけではなくて、私自身がすごい3次元の行動人間なのよ。ずっとそうだったから、むしろだからスピを信じないで行動できない人間はなんだろう、行動しなければ何も始まらないって思ってるから、今もそうなんだけど、とにかくこう動くのね。すんごい動いて、とりあえず思ったら、だから旅が好きだったりするのもとにかく動いちゃうの。なんかあったらパッて動いてバババってやっちゃうんだけど、そこら辺に対してのそのあまりにも行動が先に来すぎてて、自分がね苦しくなっちゃったんですね。なんかなんつうんだろう、波動を知らなかったから、波動が乱れた状態でも行動しないとっていう風になってたってことですね。で結構皆さんの現実を見ていただくと、こういうスピとか全然分かんなくて目に見えないこと分かんない時って苦しい。だから今の現実が苦しい方は、苦しい方とかこういうスピリチュアルなこととか全然分かんない方っていうのは自分自身のね現実を見ていただきたいんだけど、ずっと行動をね、苦しいんだけどまだ行動しないとっていう風になってる方は一回止まった方がいいと思うのね。なんで止まるかっていうのは、自分のペースを一回戻すんですよ。なんか波動が乱れて、この波動でできてるんだけど、波動が乱れた状態で行動したら乱れた現実が来ちゃうんですね。だから一回その自分のペースっていうのを取り戻すために一回止まった方がいいよっていうことを言ってるんだね。これを私はやってきてたんだけど、ずっと。だからこういうことをやってきてた方はでどれぐらいやるかっていうのは人によるんだけど、30日ぐらいはやるといいと思うね。もっと短くたっていいと思う。だから楽しいんだったらいいのよ。現実がいい感じで回ってんだったらいいと思うし、だけどいい感じで回ってなくて結構苦しい系の人ですね。それはやっぱり一回止まって自分のペースを取り戻さない限り現実が変わってこないから、そうだからそれを自分のペースをね整えてもらいたいっていうのが最初にあります。波動を整えるってことですね。髪の毛切りました。ガクちゃんね、髪切ったね。でその後に願望を出すでしょ。
願望を出すっていうのはこういうふうにしたいっていうふうに自分で意図を出します。でここにもうさ行動が先に来ちゃってもいいんだよ。波動が整ったらどんどん行動入れていけばいいと思うんだけど、なんかさ目標を決めてとかこういう風になりたいっていう思うものをなんていうの、自分自身が願望で出してそこに向かっていく行動をしていくっていうのが私たちの現実、この3次元の世界を生きていく過程だと思うんだけど、ここに対して、ある程度こういう風にしたいって思うものがないと結構また現実の波動乱れる方に行っちゃうから、なんかその自分自身がやりたいこととかこうしたいっていうそのオーダー出す係が私たちなわけだから、願望を入れながら行動していく、願望を入れながら行動していくっていう感じですね。だから波動を整え、願望のオーダー出す、行動する。で行動してるとまた疲れてきて波動乱れがちになってくるから、また止まってちょっと波動止まってっていうか少しね一日の中に波動を整える時間とって行動して、でまた願望を出したい時にたまに願望を出したりしながら、でも行動をやっぱり入れるんだけど、この3次元のバリバリの自分自身の時のことを比べると今ゆったりしてるじゃん。こうやって私行動するんだけど、このゆったりしながらできるんだよね、行動が意外とこれがねすごくねこっちの方がパフォーマンスがいいんだよ。だから前の私はね必死すぎて3次元に必死だったの。とにかくなんか全速力って感じなんですね。今も全速力なんだけどゆったり全速力的な感じです。こういう風になんていうの、こっちの方が効率がいいからゆったりしてるんですね。だってさ自分の思い通りにしたいじゃん、自分の現実を。だから皆さんもさ自分の思い通りにしていただきたいんですよ、自分の現実を。その時になんか必死になりすぎると波動が結構乱れるから、波動を整えつつちょっとゆったりしながら波動を整えながら行動していくってやっていただくといいんじゃないかと思うんですよ。ね。でこう波動がちょっと乱れてくる時ですね。なんか行動を入れてね、なんていうのかな、波動を整えて、じゃあ行動を入れて願望を出してね。で、波動がやっぱ乱れてくる時ですね。その時にこうスピのさテクニックでブロック解除とか統合のワークでもなんかこうもやっとしたものが出てきたら手放して、そこに対してまた行動を入れて、だって行動しないことなんてさないじゃん。私たち日常生活でほらお腹空いたら何かが作ったり買い物行ったりなんだろう、なんか料理したりとかするわけじゃない。何かしらのやっぱするわけだから、そこにやっぱりこうハッピーをさどんどん入れてって、でも波動が乱れた時の戻し方を覚えておくといいと思うのね。そうしたらさめっちゃ最強ですよ。でここに自分のさやりたい行動を入れてって、だから自分のやりたいことに対してもう思いっきりやってほしいなと思うのね。これがねやり方なのよ。でここをだからスピのテクニックをねチャネリングであったりブロック解除とかさただ利用してるだけなんだよね。わかるかな。だからスピリチュアルなテクニックがメインに来てるわけではないので、それをね本当になんだろう、もちろんスピでさお仕事してる人はそれが仕事だからって思ってるかもしれないけど、でそれがメインになっちゃってるかもしれないけどね。でもこの現実を私たちはその本当に現実を良くしていくために自分の思い通りにするためのツールでしかないんだよ。一番大事なのは自分の人生だってことですね。私の人生大事じゃん。思いっきりさこの人生の中ですごいいろんなことできるのよ。本当に超面白い時に来てて、現実化しないと全然面白くないよやっぱ。面白くないよってだってできるからね。やり方はだから簡単だから、波動が乱れてたら波動が乱れた現実の現実化しちゃうから、だから止まってって私は言ってるのよ。っていうことなんですよね。わかるかな。だから思いっきり自分のさ思い通りになるめっちゃ面白い時だから、もちろん行動も入れてくし、私だから何にも動いてないってさ思われてるのかなと思ってて、むしろだからその行動バリバリ人間すぎるのよ。体育会系だから動くのよすんごい。だから動きすぎて人にも自分にも厳しいからねなんか動けやって思う。で動きすぎちゃうから私は。だからそこに波動を整えることが加わったって感じなんですよね、どちらかというと。
で皆さんもやっぱ今までずっと行動してきた方はもうさ動くことはできるのよ、かなりね、動くことできると思うから。だけどそれにやっぱたまに止まるってことも大事なのよ。自分で疲れちゃうからね。なぜならだって長いじゃん、人生長いと思うから、そこに自分でこうしたいっていう願望があったり、この人生をどういうふうにしたいかっていうものを叶えていくためにね、やり方としてはオーダーを出してね、願望を投げて、そこに対して自分が行動していって、波動を整えて行動していってっていう、その繰り返しなんですよ。ね、これに対するところをどんどん使っていただくといいんじゃないかと思うんですけど、そこをとにかく私がやってほしいのは、で皆さんに伝えたいのは、自分の人生を本当より良くすることが本当にできるから、いくらでも今から変えることができるし、一番大事なのは自分の人生であるってことですね。それの、ツールでしかない。だからスターシードのことだって創造主のことだって、そこが一番大事なんじゃなくて、意識の拡大ですね。私たちはやっぱり小さくなっちゃってるから、意識の拡大に利用できたらいいじゃないですか。私はすごく小さくなっていて、目に見えることしかやっぱり信じてなかったから、そこがスターシードっていう概念かな、だから宇宙人であるってことに結構衝撃を受けたんですよね。あ、私宇宙人かって思った時にグワーってやっぱり意識の拡大を感じて、なんかこう気持ちがでかくなったんですね。気持ちがでかくなったらでっかい願望が出せるんですよ、自分の現実を。気持ちがでかくなったら大きくなれるの、やっぱり現実がね。ここはちっちゃくなってるとちっちゃい願望を出したり、ちっちゃくこじんまりとして終わっちゃうんだけど、意識の拡大のためにスターシードっていうのを利用してるのね。実際そうなんだと思うんだけど、スターシードとか宇宙人が大事なんじゃなくて、やっぱ自分の現実をだってここがさ、思いっきりさ、面白くできたら最高じゃないですか。それにね利用してるのよね。であと創造主っていうこともそうですね。やっぱりクリエイターであり、みんなが創造主なんですよ。一人一人がやっぱ根源からできていて、これこそ本当最高にさ、でっかい意識になれるってことで、このでかい意識でじゃあどうするのって、この現実をさ、なんていうの、すんごいでかいことできるってことなんですよ。この誰もがね、そういう可能性秘めてるから、それを可能性秘めてる、そういうことができるってことが分かって、そしたら自分の現実を思いっきりこう楽しむことができて、自分でクリエイトすることができるってことを伝えたいんですよ。で、